皆さん、こんにちは。本日の特集は、今や私たちの生活に欠かせない存在となりつつある、ポイ活について、徹底的に深掘りしてお伝えしていきます。単なる節約術の枠を超え、一種の経済活動として定着したポイ活。その現状から、安全な取り組み方、そして意外と知られていない税金の話まで、これから始めたい方にも、すでに実践している方にも役立つ情報をお届けします。まずは、現在のポイ活の普及率についてです。皆さんの周りでも、ポイントカードを提示したり、アプリでポイントを貯めたりしている姿をよく見かけるのではないでしょうか。ある調査によると、なんと9割以上の人が日常的に、ポイ活を取り入れているという結果が出ています。かつては、おまけ、程度の認識だったポイントですが、今や家計を支える重要なインフラとして、国民的な関心事になっていると言えるでしょう。しかし、これだけ普及している一方で、ポイ活って本当に安全なの？怪しいサイトに騙されるんじゃないかという不安を抱いている方も少なくありません。まずは、この怪しさの正体と信用できるサイトの見分け方について解説しましょう。インターネット上には無数のポイントサイトが存在しますが、中には残念ながら、個人情報の収集だけを目的とした悪質なサイトも存在します。また、登録だけで0万円といった過剰な広告を出し、実際には換金させない詐欺まがいの手口も報告されています。こうした状況が、ポイ活は怪しいというイメージを生んでいるのです。ですが、安心してください。安全なサイトを見分けるための明確な基準が存在します。一つ目は、JIPC、日本インターネットポイント協議会への加盟です。これはポイントサービスの健全な発展を目指す非営利団体で、加盟企業は、ポイントの価値を勝手に変えない、サービス終了時は事前に連絡する、といった厳しいガイドラインを守っています。2つ目は、プライバシーマークの取得です。これは個人情報を適切に扱っている企業にのみ与えられるマークで、セキュリティ意識の高さを示す証拠となります。そして3つ目は、ウェブサイトが SSL、暗号化通信に対応しているかどうかです。これらの基準を満たしているサイトであれば、銀行や大手通販サイトと同じように、安心して利用することができるのです。さて、ここで少し視点を変えて、私たちがなぜポイ活に惹かれるのか、その根本的な心理について考えてみましょう。不労所得を得て、本当に好きなことをしていきたい。あるいは、金銭的な不安を減らして、気持ちに余裕を持って仕事をしたい。こうした希望は、現代を生きる多くの人が心の中に持っていますよね。給料がなかなか上がらない中で、将来への漠然とした不安を抱えている方も多いはずです。そんな中、特別なスキルや元手がなくても、スマホ1台で始められるポイ活は、まさに、最も身近な副業であり、資産形成の第一歩として希望を与えてくれる存在なのです。月数1000円でも、自分の力でプラスアルファの収入を生み出せたという成功体験は、生活に精神的なゆとりをもたらしてくれます。では、なぜ私たちが、無料で、ポイントをもらえるのでしょうか。そこには、企業と私たちユーザーをつなぐ、合理的なウィンのビジネスモデルが存在しています。ポイントサイトの収益源は、主に企業からの広告宣伝費です。企業は自社の商品やサービスを知ってもらうために、テレビ CM やネット広告に莫大な予算を投じています。ポイントサイトは、そうした企業の広告を掲載し、ユーザーがその広告を経由して商品を購入したり、サービスに登録したりした際に、企業から成果報酬を受け取ります。そして、ポイントサイトは受け取った報酬の一部を、実際にアクションを起こしてくれたユーザーに、ポイントとして還元しているのです。つまり、ポイントは怪しいお金ではなく、企業の販促費の一部が消費者に還元されているに過ぎません。企業は効率的に顧客を獲得でき、サイト運営者は広告収入を得られ、ユーザーはお得にサービスを利用できる。まさに、三方よしの関係が成立しているからこそ、ポイ活はビジネスとして成り立っているのです。それでは、具体的にどのような案件があるのかを見ていきましょう。ポイ活の案件は、大きく分けて、高額案件とコツコツ案件の2種類があります。まず、一気に数千円から1万円以上を稼げるのが高額案件です。代表的なものとして、クレジットカードの発行があります。年会費無料のカードを作るだけで、5000円から1万円相当のポイントがもらえることも珍しくありません。また、証券口座や銀行口座の開設も高単価な案件として人気です。これらは、企業側が一度顧客になってもらえれば、長く利用してもらえると見込んでいるため、
高い広告費を支払ってでもユーザーを獲得したいと考えているからです。次に、日常的に積み上げられるコツコツ案件です。これは、楽天市場やヤフーショッピングなどのネット通販を利用する際に、ポイントサイトを経由するだけで、購入金額の 1% 程度が還元されるものです。いつもの買い物が、ポイントサイトを経由するだけで、ポイントの20ドルになります。その他にも、スマホアプリのダウンロードや、無料の会員登録、アンケートへの回答、レシートの撮影など、隙間時間でできる案件が豊富に用意されています。ここで気になるのが、一般的な会社員が継続して利益を上げることができるのかという点です。結論から申し上げますと、十分に可能です。実際に、毎月数千円から1万円程度の副収入を得ている会社員の方は多くいらっしゃいます。会社員の方がポイ活で成功する秘訣は、ルーティン化と高額案件の活用です。例えば、毎朝の通勤電車でアンケートに答えたり、昼休みに動画広告を見たりするだけでも、塵も積もれば山となります。さらに、月に1回程度、クレジットカードの発行や新しいサービスの無料体験といった高額案件を取り入れることで、月1万円の壁を突破することは決して難しくありません。ただし、勤務時間中にスマホを触りすぎて本業がおろそかにならないよう、あくまで隙間時間を活用することが大切です。また、日用品や旅行の予約など、生活に必要な出費をすべてポイントサイト経由にすることで、無理なく継続的な利益を生み出すことができるのです。少し話題を変えて、ポイントサービスの歴史についても触れておきましょう。実は、ポイントサービスの起源は古く、1850年頃のアメリカにまで遡ります。当時、ある小売店が商品にクーポン券をつけて販売し、それを集めると絵画と交換できるサービスを行ったのが始まりと言われています。日本では、戦前の1916年頃、北九州市の呉服店が発行した割引券がルーツだという説が有力ですが、その後、1980年代に家電量販店がバーコード管理のポイントカードを導入し、1997年には航空会社がマイレージサービスを開始したことで、ポイントを貯めるという文化が定着しました。そして大きな転換点となったのが、2003年の T ポイントの誕生です。それまでは店ごとのポイントでしたが、T ポイントの登場により、業種の垣根を越えて使える共通ポイントという概念が生まれました。現在では、スマホアプリの普及により、誰もが手軽に参加できる巨大な経済圏へと進化を遂げています。これからポイ活を始める方のために、信用できる具体的なサイトをご紹介します。選ぶ際のポイントは、運営歴が長く、会員数が多い、大手サイトを選ぶことです。まずおすすめなのが、モッピーです。累計会員数は1000万人を超え、東証プライム上場企業が運営しています。高額案件からアプリ案件までバランスよく揃っており、初心者でも稼ぎやすいサイトとして定評があります。次におすすめなのが、ハキタスです。こちらはネットショッピングやサービス利用に特化しており、還元率の高さが魅力です。お買い物安心保証という制度があり、万が1ポイントがつかなかった場合でも補填してくれるため、安心して利用できます。また、ポイントインカムも人気です。一度上がったら下がらない会員ランク制度があり、使えば使うほどお得になる仕組みが整っています。さらに、アンケートでコツコツ稼ぎたい方には、マクロミルがおすすめです。こちらはアンケート専門のサイトで、広告などの勧誘が少なく、純粋にアンケート回答だけでポイントを貯めることができます。これらのサイトは、先ほど申し上げた JIPC への加盟やプライバシーマークの取得など、安全基準を満たしている有料サイトです。しかし、実際にポイ活をする場合には、いくつか注意しなければならない技術的なポイントがあります。最も重要なのが、スマートフォンのトラッキング設定です。特に iPhone をお使いの方は要注意です。サイト越えトラッキングを防ぐという設定がオンになっていると、ポイントサイトを経由したという記録、クッキーが正常に残らず、ポイントが付与されない場合があります。ポイ活をする際は、必ずこの設定をオフにしておく必要があります。また、獲得条件をしっかりと確認することも大切です。初回利用者のみ、アプリインストール後、1時間以内に起動、00円以上の購入、など、案件ごとに細かい条件が設定されています。この条件を一つでも満たしていないと、せっかくの努力が無駄になってしまいます。特に、過去に一度でもそのサービスを利用したことがある場合は対象外になることが多いので、注意が必要です。そして、ポイントには、有効期限
があることも忘れてはいけません。多くのサイトでは、最後にポイントを獲得してから1年程度で失効してしまいます。定期的にログインして少額でもポイントを獲得し、期限を更新し続けることが、ポイントを無駄にしないコツです。最後に、ポイ活で利益が出た場合の確定申告について解説します。ポイントをもらっただけで税金がかかるのを、と驚かれる方もいるかもしれませんが、ポイ活で得た利益も立派な所得とみなされます。ただし、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。会社員、給与所得者の場合、ポイ活による所得を含めた副業の利益が年間20万円を超えた場合に、確定申告が必要になります。専業主婦や学生など、定職を持たない方の場合は、年間48万円を超えると申告が必要になるケースがあります。ここで重要なのが、所得の区分です。アンケート回答やゲーム、友達紹介などで得たポイントは、労働の対価として雑所得に分類されます。一方で、キャンペーンの抽選で当たったポイントや、クレジットカード作成で得たポイントなどは、偶発的なものとして、一時所得に分類されます。一時所得には、50万円の特別控除があるため、年間50万円までは実質非課税となります。つまり、キャンペーンやカード発行メインでポイントを得ている場合は、よほどの高額でない限り税金はかかりませんが、アンケートや友達紹介で稼いでいる場合は、20万円のラインを意識する必要があります。なお、ポイントを保有しているだけの状態では課税対象にはならず、現金や商品券に交換したり、買い物で使用したりした時点で、所得として認識されるのが一般的です。もし申告が必要になった場合は、国税庁の e-tax を利用すれば、自宅からスマホやパソコンで簡単に申告することができます。日頃から、どのサイトでいくら稼いだかを記録しておくことをお勧めします。いかがでしたでしょうか。ポイ活は、仕組みを理解し、安全なサイトを選べば、誰でも手軽に始められる資産形成の一つです。最初は数百円からのスタートかもしれませんが、継続することで年間数万円、あるいはそれ以上の価値を生み出すことができます。ぜひ、今日からスマホ一つで、賢く、楽しく、ポイ活ライフを始めてみてはいかがでしょうか。以上、ポイ活についての特集をお送りしました。